ちょっといきなり何するんですか？暑そうな星を見てたら私まで暑くなってきちゃって。だからって八つ当たりをしないでください。それよりもあの星は太陽じゃないですか。あれって太陽なんですか？どこからどう見ても太陽なんですが、もしかしてあなた太陽のことを知らなかったんですか？まさか知ってるに決まってるじゃないですか。じゃあ太陽ってどんな星ですか？暑くて眩しい星。他には？チェストああ、これは教育が必要ですわ。散々殴ってくれたお礼に今日はじっくり太陽のお話に付き合ってもらいましょうか。今日はこれから遊びに行く予定が。逃がしませんよ。太陽は空の上で光っているあの明るい星のことです。とっても眩しいです。目に悪いから直接見てはいけませんよ。太陽の最大の特徴は先ほどあなたがおっしゃった通り、その熱さと眩しさでしょう。太陽から地球へとやってくる熱や光はあなたたちが生きていく上で必要不可欠なものなんです。と言いますと？例えば多くの人は朝が来たら起きて朝ごはんにお米やパンを食べますよね。私はシリアル派です。ちょっと黙っててください。朝空が明るくなるのは太陽の光が地上を照らしてくれているからに他なりません。太陽の光がなければ地球は永遠に夜明けが来ない真っ暗の星だったでしょうね。朝が来ない毎日なんて想像できませんね。また朝ごはんに食べるお米やパンの元となる小麦などの植物は太陽の熱や光がなければ育つことはありません。植物はあなたたちが生きるのに必要な酸素を生み出してくれてもいるので。太陽がなければ食べ物もないし息をすることもできないというわけですか？さらに言うと太陽の熱は地球を温めてくれているので、太陽がなくなると地球は冷えて凍りついちゃうと言われています。もうこれ以上いじめないでください。今話したのは太陽のありがたさのごくごく一部なのですが、いかに太陽が重要な存在であるかなんとなく理解できましたか？太陽がなければ間違いなく生きていけないってことが分かりました。当たり前のようで太陽ってすごくありがたい存在なのです。太陽はそのありがたさから人々から大事にされてきたという歴史があります。例えばインドに古くから伝わるヨガってあるじゃないですか。ヨガの中には太陽礼拝といって太陽への感謝と敬意を表す基本の動作があります。それに太陽はいろんな国や地域で神様として扱われたりもしているんです。どんな神様がいるんでしょう？特に有名なのは日本のアマテラス大神やギリシャのアポロン、エジプトのラーなどでしょうか。どの神様も一度は聞いたことがあります。このように太陽は地球やあなたたち人間の生活と深い関わりがあるわけです。ちなみに太陽は英語ではサン、ラテン語ではソルと言いますよ。サンやソルというのはゲームなどによく使われてたりしますね。必殺技とか武器の名前とか。太陽は現在においても人々の文化に多くの影響を与えているということですね。ではもう少し太陽について詳しく見ていきましょうか。突然ですが太陽の大きさってどれくらいだと思いますか？急に言われてもイメージがつきません。じゃあ地球と比べてみましょうか。地球の大きさをビー玉くらいだとすると太陽はどれくらいの大きさになると思いますか？空に見える太陽は小さいから地球と同じビー玉くらいの大きさじゃないんですか？太陽は1メートルくらいになります。嘘でしょ？嘘じゃないです。地球がビー玉の時、太陽は子供用のプールくらいの大きさになります。めちゃくちゃでかいじゃないですか。太陽の大きさは地球の109倍もあるんです。私この前飛行機に乗って地球を上から見ましたけど、地球ですら丸い形がわからないくらい大きかったですよ。あなたが見たのは地球の中のごくごく一部です。そんな大きい地球が109個並んでようやく太陽と同じくらいの大きさになるわけです。太陽めっちゃでかくて草。同じように太陽は地球よりもずっと重いのですが、太陽はどれくらいの重さになるでしょうか？大きさが109倍だったから重さも100倍くらいになるんじゃないでしょうか。ブブー、答えは33万倍でした。地球の重さが1円玉だとしたら太陽はお相撲さん2人くらいの重さになりますね。もうわけがわからないよ。それでも太陽の大きさの割には軽い方なんですよ。単純に考えると地球を100倍くらいしたら重さは100万倍くらいになるはずなんです。でも太陽は地球の33万倍くらいの重さしかありません。これってなんででしょうね。大きいのに軽いということは中身がスカスカとか。とても良い考えですね。実は太陽ってガスでできているんですよ。ガスってなんだか軽いイメージがあるでしょう。一方で地球って岩石でできているんですよ。星を作っているものが違うから単純な比較はできないということですね。ええ、その通りです。ただそれでも太陽の重さというのはものすごいんです。太陽を中心とした星の集まりを太陽系といい、地球もその太陽系に含まれているのですが、太陽系全体の重さの約 99.8% は太陽の重さなんですよ。
さすが太陽、思っていたよりもずっと規格外でした。ところがどっこい、その太陽も宇宙の中ではごくごく普通の星の一つなんですよ。宇宙には太陽みたいな星がゴロゴロあるんですね。それどころか太陽のさらに1000倍くらいの大きさの星などもありますよ。うへい、私たち人間がどれだけちっぽけか思い知らされますね。改めて考えるととんでもないスケールですよね。最初の方で太陽の特徴といえばその厚さだと言いましたが、ズバリ太陽の表面の温度ってどれくらいでしょうか。100万度。さては疲れてきたから適当に言いましたね。答えは約6000度になります。なんだ、大したことないじゃないですか。それが大したことあるんですよ。例えばろうそくを思い浮かべてみましょう。ろうそくの炎はオレンジ色をしていますが、あれは高くても1400度くらいになります。またガスコンロの炎でもせいぜい2000度くらいなんですよ。いかに太陽の温度が高いかイメージ湧きましたか？普通の炎でも死んでしまうくらい暑いのに太陽は6000度。近づいたらどうなっちゃうんでしょうか。おそらく一瞬で蒸発してしまうでしょうね。太陽、恐ろしい。ちなみに言うと太陽の表面から 2000km ほど上空にはコロナと呼ばれる大気の層があるのですが、その温度は100万度くらいらしいですよ。実は最初にあなたが言った100万度という温度はあながち間違いでもなかったりします。さらに言うと太陽の中心部は約1500万度と言われています。なんでそんなになっちゃったんですか？太陽の内部では核融合という現象が起こっているんですよ。この現象はその名の通りガスとガスがくっついて融合して別のものになっちゃうようなイメージなんですが、この時にめっちゃ大きいエネルギーが出るんです。そのエネルギーが熱や光となり今の太陽を形作っているというわけですね。要するに太陽はめっちゃやばい星ってことですね。まあエネルギーの塊ですからね。地球から太陽までの距離は約1億5000万 km ほどあるのですが、それだけ離れてても太陽の暖かさを感じるくらいですからね。太陽と隣さんの星に生まれなくてよかった。ちょうどいい距離感だから良い関係が築けているというわけですね。最後に太陽で起こる代表的な現象について簡単にご紹介しましょう。まずは黒点です。これは太陽の表面に現れる黒い点のように見える部分のことです。なんで黒くなっているんでしょうか？黒く見えるのは周りよりも温度が低くなっているためなんです。黒点の温度はおよそ4000度くらいになります。そしてこの黒点の付近でよく起こるのがフレアという爆発現象です。このフレアが起こると地球ではたびたび通信が乱れたりオーロラが発生しやすくなったりします。なんで太陽の爆発が地球に影響するんでしょう？フレアが起こると太陽からは電気を帯びた粒がたくさん放出されるんですよ。それが地球に届くと通信に使う電波が乱されたりするというわけです。そのため地球ではフレアなどの影響をいち早く把握予測する宇宙天気予報が行われていたりもしますよ。太陽の活動が地球に大きな影響を与えることもあるんだな。他には太陽の表面から炎が立ち上っているように見えるプロミネンスという現象もあります。またの名を光円やダークフィラメントとも言ったりするようですね。なんかうずうずするネーミングですね。かっこいい名前ですよね。太陽の表面が黒くなったり爆発したり炎のようなものが立ち上ったり、結構太陽って活発に活動しているんですね。実はその活動の強さは時期によって変わることが分かっているんですよ。つまり活動が強くなったり弱くなったりしているということですか？太陽は約11年という周期で活発になったりおとなしくなったりを繰り返しているようです。太陽が活発な時期には黒点が増えフレアがたくさん起こる様子が観測されています。じゃあ太陽が活発な時期は特に注意しとかないといけませんね。ところで黒点やフレアって何がきっかけで起こるんでしょう？実は太陽も地球と同じで磁場というものを持っているんですよ。簡単に言うと星が磁石みたいになっているイメージです。その磁石の力がちぎれたりくっついたり集まったり離れたりする影響で太陽では様々な現象が見られるようですね。地球よりはるか遠くにある星なのによくそんなことまでわかるもんだな。太陽について明らかにしたいという人々の努力が大昔から受け継がれてきた結果ですね。人間の探求心というのはある意味太陽より熱いのかもしれません。さあ今日は太陽についての話に付き合ってもらいましたが、改めて聞きます。太陽ってどんな星ですか？地球の109倍の大きさ、33万倍の重さを持っている星で、核融合という反応によってたくさんの熱や光を生み出しています。表面の温度は約6000度でフレアやプロミネンスなどの現象が活発に行われています。おー、素晴らしいじゃないですか。正直なところここまで成長するとは思いませんでした。やったね。この子宇宙に関するポテンシャルはすごいんだよな。
余談ですが、現在太陽に頑張って近づこうとしてる探査機がいることは知ってますか？そんな奴がいるんですか？名前をパーカーソーラープローブと言います。2024年のクリスマスイブには今までで最も太陽に近づいた記録を叩き出し、歴史に名を残したんですよ。めっちゃかっこいいな。2025年も何回か太陽に近づき、太陽に残された謎を解き明かそうと頑張るようですね。私、全力で応援します。いつか彼が太陽の謎を解き明かすことを楽しみに待っていましょう。それでは今日はこの辺りで。また次の星でお会いしましょう。さようなら。